慶太郎から来たのか新安から来たのか気になる。結婚すると思ってた？思ってた。結婚してくださいって言われてたもん。気持ち悪いでしょ。最初から結婚して。愛さん結婚してくださいっていきなり言われたの？めっちゃ嬉しいです。嬉しくないですか？そうだね。でも付き合ってない。いやでも付き合うとかがめんどくさいんで、そっちの方がいいかもしれないです。もしかしたら。すぐ結婚の方が。来なかったら嫌じゃん。多分自分の生活リズムを崩されるのが嫌なんだよね。前の人の時は前のその男の人のがかわいそうでした。見てて男の人が振り回されて。そう。ちょっと待って今はいないんです。おりません。おりません。おりません。わがままなんだな、きっと。でも自分ができないことやってもらえるのがあるじゃん。いやいや、自分でやる。だってもうずっと一人暮らしです、高校から。もうそれが慣れちゃって、一人に。喋んなきゃ OK だってね。動物ならいいんだ。喋んなきゃいいんだよ。喋んなきゃいいんだよ。ワンちゃんの世話とかしてくれたら。いやワンちゃん、一応付き合ってみたんだよね。そのいや全然好きだし、いやまだやります？そうだね。いや聞きたくないじゃん。小林さんの目が一番聞きたいよ。いやでもそんなモテないですよ本当に。女子は。男性はすごいって聞きますやっぱり。いや男の人モテるでしょ絶対。めっちゃ来るですよ。でしょうね。いいな。それ放題でね男ならね。いいな。ヤチ君ってどうですか？モテるの分かります？いや多分そんなにクレイジー B の女のいる人たちはみんなやちさんより一星さんの方がそっち側です。なので気遣いとか男気ある性格なんでギャップがそうですギャップがはい深みってことですね。そうですね。ヤチに深みがない。ない。取られちゃう。되게 제가 파이터로 생활하는 게 2004년부터 시작해서 지금 19년 동안 19년이니까 복싱부터 시작해서 한국에 시합이 없을 시기에 일본에 넘어가서 일본 시합을 쭉 뛰다가 세계 최초로 대한민국 여성 UFC 파이터라는 이름을 갖고 다시 UFC에 진출을 하고 많은 경험을 하고 다시 한국 무대로 돌아와서 했는데 이제 거기서 제 자리가 끝인 줄 알았는데 또 이렇게 일본 라이징 큰 무대까지 와가지고 또 제가 갖지 못한 또 새로운 자리를 오를 수 있는 기회가 왔잖아요. 그래서 지금은 그런 기회를 노리고 있는 상황입니다. 네. 그렇지. 둘, 셋, 넷, 다, 여. 그 페이스 유지. 벌써 한 7, 8년 전 시합 같은데 그때는 제가 MMA 선수로서 되게 미숙했었던 것 같고 MMA 자체에 지식이 별로 없었던 상태였기 때문에 지금 많이 저의 실력이 많이 향상됐을 거라고 생각합니다. 유도식 테이크다운이나 그런 게 좋고 그라운드에서 주짓수가 굉장히 좋아요. 어느 하나 빠지는 게 없는데 그게 조화가 잘 돼서 MMA에 되게 가장 적합하게 스타일이 된 것 같아요. 선수 자체가 즐기고 재밌게 임해야지 보는 사람들도 즐겁다고 생각하거든요. 그냥 강한 포인트 말고 그냥 제가 즐기는 그 자체만으로도 같이 즐겁게 봐주셨으면 좋겠습니다. 그분이 오신다고 하시거든요. 그냥 좀 미친 듯이 하고 싶은 마음이 커요. 누구세요? 아이빠요. 엄마만 할 줄 알지. 엄마만 할 줄 알지. 엄마 안 나와? 지금의 상황을 어떻게 생각하시는지?
제가 다른 말은 정말 못하겠고 제 개인적으로는 정말 속상하죠. 속상합니다. 어떤 말이 필요 없는 것 같아요. 그냥 일본을 좋아할 수밖에 없었던 게 제가 MMA 선수로서 지금까지 있었던 이유가 일본이었기 때문에 그래서 저는 저에게 제2의 고향이라고도 생각하고 한국 말고 또 다른 저의 나라라고 생각하고 있기 때문에 그만큼 제가 이 자리에 있게 한 제일 큰 영향을 주고 제일 큰 기회를 준 게 일본이었기 때문에 저는 정말 일본을 사랑하고 감사하게 생각하고 있습니다. 일본이나 다른 외국의 상황들을 부럽다고 생각하는 점이 적이 있어요? 네, 당연히 있죠. 지금까지 어떻게 생각해보면 제가 이 운동을 시작하고 나서 항상 한국보다 일본이 여자 선수들이 더 많았고 항상 제가 뛸 무대가 나는 한국 사람인데 한국 시합을 뛸 수가 없고 한국 사람임에도 불구하고 일본 가서밖에 시합을 할 수 없는 것 자체가 그게 항상 일본이 부러웠던 거죠. 네, 저는. 지금은 여자 선수들이 많이 늘었는데도 불구하고 그만큼 시합이 없는 건 사실이어서 우선 단체들이 좀 MMA 단체들이 여자 경기 수를 많이 늘려줘야지 그만큼 여자 선수들이 더 활동할 수 있고 더 많이 생겨날 수 있다고 생각합니다. 끝까지 포기하지 않으면, 그러니까 한우물만 파면 언젠가는 몽관되니까 저도 포기하지 않았으니까 지금 여기까지 왔죠. 네. 라이징 벨트를 땀으로써 한국의 여자 격투기의 붐이 좀 더 주의사항을 듣고 있고요. 오늘 이 경기는 5분 3라운드 역시 ハムちゃんね、打撃が強いですよね、やっぱり。なんか当てられてガーンって響くから。膝も膝やられました？膝蹴りされました。パンチから膝もらって。あ、パンチだよ。左のパンチですよね。結局仕留めに来る。フリエかな、飛んでたもんな。一撃であの階級でね、あのパンチはすごいよね。体重めっちゃ乗ってたし。 2回やってる時とちょっと違いますよね。いや全然違いますよね。別人だと思う。続々ワクワクしてます。いいとこしか出ないような戦いになると思ってるので、すごい攻防が見れるなと。もうハム選手のことももう本当に日本でデビューした時から見てきて、日本で育った選手っていうような感覚があるので、アウェーの感じで試合しに来るんじゃなくて、結構のびのびと戦えそうですよね。浜崎に関してももう最近本当にあんまり勢いほどなく穴がないなっていうような印象を最近。ふるさとに帰ってきたようにワクワクして嬉しいです。同じ時にずっとやってたから、まあ、仲間意識は多分日本にめちゃめちゃ来てましたからね、試合も。確かに浜ちゃんに勝ってほしいけど、浜ちゃん秒殺されてほしくないっていう不思議ないい試合をしてほしいなって。 그런 말씀이 되게 와 닿는데요. 함께 한 건 아니지만 같은 연대 시작해서 지금까지 포기하지 않고 지금까지 올라간 거잖아요. 그런 생각하면 정말 시합 때 말고는 뭐 보지 않고 굉장히 친근감이 들고 굉장히 존경하는 선수입니다. やるならハムちゃんがいい。なんか全然知らないもっと出てくる人よりもハムちゃんとの方が見たい。それもそれでまた物語が転がっていくのかもしれないけど。いや取られたくない。いや過去最強の相手というか。 그래도 그렇게 큰 무대에서 제가
MMA 선수로서, 한국 여자 선수로서 그런 무대에서 시합을 할 수 있다는 것 자체가 굉장히 영광스럽고 기대하고 있습니다. 出したくないですけどね、絶対。ちょうど1年前ですからね、取ったのが。浜崎彩香。まあもうだいぶ日も経ってるんで、まあ新しい強敵と戦うような、まあワクワクはありますよね、すごい。楽しみではあります。その勝つか負けるかみたいな、自分の中でもわからないこの感じが楽しみではあります。守りに入ったらやっぱりこう楽しくないじゃないですか。応援してお願いします。頑張ります。ファイティング。対人のチャンピオン浜崎、シュートのチャンピオン黒で、パンカーチャンピオン藤野って、あとね、つられたらかっこいいなって思って。ベルト持って写真撮りましょうね。みんな撮ってね。いや、少年院に訪問しようと思って。少年。はい。俺だからこそできる話があるかなと思って楽しみですね。どうぞ。うわ、懐かしい。何が懐かしい？鉄格子。こんなに空広かったっけ？で少年の中で、すごい退屈じゃないですか皆さん。実際どう思いますか？もう少年院入りたくないっていう思ってる人手挙げてください。はい、そうですよね。僕も思ってましたし、また入りたいと思ってる人は多分いないと思います。ただやっぱり外に出ると今考えているより誘惑も多いです。で、皆さん今夢ある方手を挙げてください。はい。社長。ああ、いいですね。皆さんないですか夢？思ってたら言ってください。僕は一応格闘出てからもっと練習して格闘家になりたいと思って。格闘家にいいですね。実は僕も少年にいる時に格闘家になりたいと思って、実現させました今。でも少年にいる時は多分ほとんどの人が無理でしょっていうか信じてなかったと思うんですけど、この10年でテレビに出るぐらいまで、夢を叶えることができましたね。誘惑の道から免れるというか、夢のために頑張ることができると思うんで、なんで皆さん夢を持った方がいいです、絶対に。今喧嘩を売られて謝れる人いますかね？突然街で歩いてて理不尽に喧嘩を売られたとして、そこで謝れる人、自信がある人手を挙げてください。はい、他の人は謝れない。どうしますか？多分買っちゃいます。喧嘩しちゃう。それはなんで？そのノリノリで
不審に来られたらやっぱり瞬時にこっちもイラッとしちゃってコントロールできなくなるかなって思います。僕も全く同じ考えで生きてきて、まあ喧嘩も負けたことなかったし、自分より弱いやつになんで謝らないといけないなっていう、もう今やっちゃおうかなみたいな考えで、喧嘩をしてきたんですけど、今僕が喧嘩売られたらすぐに謝りますね。それはなんか謝る方がかっこいいと思えるようになったんですよね。喧嘩が自分の方が強いとか、例えばバイク乗ってることがかっこいいっていうその価値観を変えないと、また同じことが起こる可能性があると思うんですよね。僕はすごく自由を求めて悪さをしてたんですよね。学校の先生だとか親とかそういう人たちの言うことを聞きたくないって思って生きてきて、皆さんも多分同じことを思ったことはあると思うんですけど、バイクに、無免許とかで乗ったり、あと喧嘩はダメなんですけどやることで、自由を求めてたんですけど、その責任のある自由じゃなかったんですよね。結局捕まったら誰か悲しんで、自分の大切な人が悲しんでるってことはもう無責任な自由なんです。今悲しませてる人いますか？思い浮かべますか？はい。親？悲しませたくないですよね、もう。自分のやりたい仕事、格闘技とか YouTube とか好きなことをしてて、でも誰も周りを悲しませずに自由なことができてる。なんで皆さんもその責任のある自由を求めていってほしいなと思います。で僕はこういう話をしに来てますけど、僕的には多分ここにいる、何人か絶対にまた捕まると思ってます。実際に再犯率も少年院に出た人の2割は捕まるんで、5人に1人は捕まるんですよね。友達も何人か一緒に少年院に入ってた人もまた捕まったりだとか見てますし、今日僕がこの言った言葉だけはちょっと覚えておいてほしいですね。皆さんがまた捕まるっていうこの言葉、5年10年覚えておいてほしいです。本当の意味で忘れていい時まで。また入ってたら僕は笑うし、でも何か夢を見つけてまた叶えたら僕の前に報告に来てもらえたら一緒にお酒でも飲みながらね聞きたいですね、その話を。最後に聞きますけど、また夢のある方手を挙げてください。はい、一番奥の。夢はフットサル選手です。フットサル選手。叶うと思います、多分。ありがとうございます。料理人です。料理人ね。叶うと思いますね。それは本気でやれば。はい、他に言ってない方、夢ある方あるでしょう。はい。競輪選手です。競輪選手。
叶うと思います。それも僕も叶えたんで、みんなが無理だと思ってたことを。だから最後はブレないことが大事ですね。自分が決めたことをやり通して流されない、周りに。そうすれば絶対成功できるんで、まだやり直しはできます。みんな頑張ってください。じゃあこれで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。すごい真剣に聞いてくれたんで、あちら側も僕も緊張して、でも本当になんか心の底から思ってる言葉が伝わったかなとは思いましたけど、夢を聞いて最後にその叶いますと断言したこの言葉を選んだ理由っていうのは。僕は絶対できると思うんで、その挑戦すれば僕は叶えたんで叶うと思います。別に福井さんが特別なわけではなく、はい、筋トレするんですけど鍛えれる方法って何がありますか？この中で筋トレか。何やってもいいの？何でもいいです。腕立てバーピージャンプっていうのがあるんだけど、それがめちゃめちゃきついから、このまま腕立てして、でここからジャンプ。これを連続でやったらムキムキになれる。どうやってやりたいですか？普通にこのまま両手ついた時に同時にでジャンプ。もっとね、胸つけないといけない。しっかりそう胸つけるぐらいで、ジャンプしないといけない。ジャンプしないといけない。でジャンプ。これを連続で50回とか。試合前にどうやってモチベーション上げるんですか？モチベーションはやっぱりファイトマネーの交渉と今ファイトマネーとおっしゃったと思うんですけど、どのぐらい儲かるんですか？これはちょっと言っていいのかなまあ結構ですよ、それは結構です。車はベントレーっていう車乗ってます。わかりました。わかりました。おい。K。大丈夫ですか？みんな頑張ってください。ありがとうございます。これは僕たちが頑張って作りました。なんですかこれ？一応なんかチャンピオンベルトみたいな。おお、すごい。すごいですね。あ、一番ナンバーワン。おお、これもチャンピオンベルトっぽく。はい。おお。ありがとうございます。ちょっと飾っときますね、部屋に。見るそうです。ああ、そうなんですか。見ていいんだって、見ていいことにしたって。少年の中で。それはすごいですね。僕は見れなかったんでね、そういうの。まあ本来見れないですよ、そういう殴り合いみたいなのは。まあでも曲げられないですね。見せないといけないですね。チャンピオンになって、ライジンを引っ張っていくんで応援お願いします。なんだよこのよ代わりの相手がマネルケープかよと。Give up. Give up.